皆様こんにちは。世界の車道からでございます。皆様は、ミシャグジという神様をご存知でしょうか。柳田国男が石神問答にて、シャグジ、サグジ、または、サゴジと称する神あり、と述べたこの謎の神は、その名残を各地に広く残しています。石神井、石根、石宮寺などという地名は、すべて、このミシャグジに由来しており、これを祀る祠は、長野県におよそ780。その他、山梨、静岡、愛知、三重、岐阜、滋賀などを中心に、東は東京から西は京都までの広範囲に、およそ1400弱が確認されています。近年では、アトラスの RPG、女神転生シリーズに登場。その、あまりに偉大な勇姿が、プレイヤーの心をわしづかみにしました。なお、ミシャグジは、荒ぶる神とされており、女神転生開発中に、開発局内で霊障が多発。ミシャグジのたたりであると判断した開発陣が、ミシャグジ様、と継承をつけた名称に変更したところ、嘘のように霊障が収まったという逸話も残されています。ところが、このミシャグジについて分かっていることはあまりにわずかです。広域にわたり、その信仰の名残が確認されていながら、それが、どういう神であったのか、はっきりと知っている人は誰もいないのです。祠を祀っている人々も、なんだかわからないが昔から大事にされているので、粗末に扱うとたたりがあるので、というように、正体不明のままお参りをしたり、お供え物をしたりしているように思えます。名前も様々に変化してしまい、冒頭の、シャグジ、サグジ、シャック、シャクジー、シャグージのほか、甚だしくは、おしゃもじ様、大将軍などと呼ばれていることもあります。このミシャグジの総本社とされる社があるのが、長野県諏訪市です。この諏訪の地では、この古き神への信仰が、遥か、縄文時代から連綿と続いてきたとされています。日本に文字が存在しなかった時代から続く、大和朝廷の征服以前からのものとされる、まさに原始の信仰。その後の仏教、神道による社会秩序形成の過程において邪神とされ、由来も知られず、祠だけが各地に残された忘れられた神。それがミシャグジです。太古のロマンを求め、2022年11月、長野県諏訪を訪れました。世界の車道から、皆様おはようございます。世界の車道からでございます。11月3日朝の10時20分、天気は快晴でございます。今しがた小淵沢のインターを降りまして、これから下道で諏訪湖に向かおうというところでございます。ご覧ください。紅葉真っ盛りでございます。もうすでに何か非常に豪華なツーリングになるんじゃないかという予感がしてきました。今日私が向かう諏訪という地はですね、民族学的に非常に面白い場所ということで、だいぶ前からですね、気になってまして、ミシャグジという、日本の古い神様がですね、古来そこにいたという、そういう地でございます。縄文時代からということにきっとなるんでしょう。日本の、原始的な信仰の姿ですね。諏訪大社にその祀られている武見中田という神様、その武見中田という神様が諏訪の地にやってくるはるか以前からこの諏訪の地に住んでいた、そういう神様です。ただあんまり古すぎる神様であるがためにですね、あまりその実態というのか、どういう信仰だったのかとか、そういったものはあまりよく分かってないというのが一つ確かなところではあります。懐かしい香りがしますね。森の匂いですね。気温10度だそうですね。寒いです。
納屋に雪かきの道具があったりなんかしてね。いやー、故郷に帰ってきたという感じがするね。ミシャグジ様のアナウンスだって、実際にミシャグジ様に会えるわけではないんだけどね。人々は縄文時代からミシャグチという神を信じていた。守護神であり、土地の神であり、水と天候の神であり、あらゆる生命と死を司る神であった。その神は古く岩石にこぐだし、巨木に守った。神はそれぞれの村、古くはそれぞれの家にも精霊として存在していた。ミシャグチ神を祀る人々は中部高地を中心に東日本全域に分布していた。今も信濃、甲斐、上野、下野、相模、敦賀、三河に残存している。輝かしき天孫神とは違って、明治以降、邪神師として次第に消滅しつつあったが、近時、茅野市の郷土史家、今井の肉さんの追求でかなり構成してきた。この今井の肉さんという方は明治32年生まれ、老舗の寒天屋さんの女将だったそうですが、一方で郷土史家でもあり、最初は茅野市旧宮川村の孫子編纂の仕事をもらったそうなんですね。ところが、宮川孫子を編纂するには、諏訪神社の成立、御柱祭りの謎、守谷民族、諏訪法法理の系譜、そして、ミシャグチ神とは何かを明らかにせねばならないと考えるに至ってしまったと。凄まじい壮大さだな。孫子ってレベルじゃねえぞ。実際問題として、全然孫子の範囲に収まらず、なんとこの方、ミシャグジ様の祠を探し求めて、東は東京から、西は京都まで、たった一人で見知らぬ土地を訪ね歩き、総数1400カ所にも及ぶミシャグジ様の祠のリストを作成しています。冒頭に出てきた話だな。一人で調べたのかよ。ちょっとすごすぎないか。時には宿が見つからずに、野宿をしたりしたこともあったとか。ちょっと底知れない情熱です。藤森栄一さんという人はどんな人なんだ？明治44年生まれ。縄文時代から原始的な農耕が行われていたのではないかという縄文農耕論を唱えるなど偉大な業績のあった考古学者です。弥生時代にだけ作られていた銅鐸というのがありまして、この謎が藤森さんの出発点です。長野静岡あたりから西、九州までの広範囲から500件ほど出土しているんですが、これが何なのか未だにわからないんですよ。発掘調査で出てくるのではなく、偶然出てきてしまって、工事のお兄さんが面白がって、ブルドーザーの後ろに縛り付けて引きずったりしている。昭和の結婚式かよ。中富の鎌足の時代に出土したという記録があるんですが、誰もそのことを珍重せず、無視されている。そして、これらはどうも、ある時期に一斉に土の中に埋められてしまったものらしいんです。それは不思議だな。藤森さんは、これを調べている中で、諏訪大社に伝承されている鉄卓の存在に気がつきました。そして、この鉄卓は、自分が追い求めてきた銅鐸と同じものなのではないかと考えるようになりました。これは、さなぎの鈴と呼ばれる諏訪に伝わる神器で、諏訪のミシャグシ信仰の中核となるものだったんです。ちょっと待ってくれ。最初の話だと、ミシャグジ信仰って小規模な祠が点在してるような話だったよな。実は、これから向かう諏訪には、広域を支配するミシャグジ信仰による再生体が存在していたらしいんです。もともと家単位、集落単位の小規模で素朴な信仰形態だったミシャグジ信仰が、やがて集権化し、諏訪周辺をまとめ上げるような部族連合体を形成し、神権政治を行っていた、と。そんな話、全然知らなかったぞ。私もです。しかし、この点については、どうも疑いようがなさそうなんですよね。なぜ、この話が歴史の陰に隠れるようになったのかも、これからだんだん分かってくると思います。あれが中央道ですね。まあ中央道でずっと行くこともできるんですけど、下道を走った方が楽しいですから、高速道路で撮影っていうのもあんまりしたくないしね。ここ左ですね。
もう着いたんですか、ここ。茅野市、諏訪大社。諏訪大社は、上社と下社があり、上社は前宮と本宮。下社は、春宮と秋宮という社に分かれています。上社は、諏訪湖の南東およそ 6km。宮川を遡上した地点にあります。下社は、諏訪湖の北岸、1、2km に所在しています。このように、二つの諏訪神社が離れた地点に存在していることは、二つの勢力による何か構想のようなものが存在していたことを示しているようにも思えます。諏訪大社、上社、前宮。古代、狩猟採集文化の時代からの信仰の姿を、最も濃く伝える社です。ここは、諏訪大社、大堀の始祖と伝えられる有数が初めて大堀の職位について以来、同社大堀代々の巨漢であった。大堀ってなんだ？大堀とは、古代に真剣政治を行っていた諏訪神社のシャーマンの家系です。真剣政治を行っていたシャーマンだって？はい。古代から、諏訪付近一帯は、諏訪神社のシャーマンである大堀と、それを補佐し、祭事の一切を取り仕切る神長官が治める独特の地域だったようです。諏訪神社の祭神、竹見中田の子孫とされる諏訪氏が、生き神、シャーマンである大堀という職位を占有する一方、祭政の一切を取り仕切る神長官という職位は守谷氏のものでした。神長官守谷氏が、大堀に御社口を憑依させ、祭事を取り仕切るという体制で、名目上は、大堀諏訪氏が最高の地位にあれど、実権は、神長官の守谷氏が握っているという状態だったようです。本当だ。最後のところに、諏訪大社上社の再生一致時代の個体の跡を示している最も由緒ある史跡である、と書いてあるな。諏訪大社の祭神は、いずれも竹見中田及びその妻、八坂留ですが、この前宮には、その墓とされる場所が存在しています。竹見中田は日本神話における国津神。元は、出雲にいた神です。高間ヶ原から伝尊系の神々が来たり、大国主ら出雲系の神々に国譲りを迫った際、この竹見中田だけは眼鏡に譲らず、高間ヶ原よりの使者、竹見和地と勝負することになります。竹見中田は力自慢の神でしたが、竹見中田が竹見和地の手を掴もうとすると、竹見和地の手は氷や剣に変化し、竹見和地は竹見中田の手を握りつぶしてしまいます。竹見中田は逃げ出し、遠く、この諏訪の地まで落ち延び、この諏訪の地から離れないことを条件に除名されることとなりました。以来、竹見中田とその妻、八坂留は、諏訪神社の祭神として祀られています。竹見中田は上社。八坂留は下社に存し、冬の諏訪湖に発生する御神渡り、凍結した湖面に、水の膨張により亀裂が走る現象は、竹見中田が妻を行う足跡とされます。これが、現在の諏訪大社のオフィシャルな伝承です。諏訪神社上社前宮。ここは、全域を郷原といって、諏訪大神の荒人神大堀の祭域であると同時に、居住地でもあった。その郷原は、大体、4つの壇上の土地から成立しているようである。第1弾は、諏訪神の家である鹿肉をはじめ、奉祭品を捧げ置く掛け場兼、一般人の拝所らしく街道に面している。次の段には郷原楼という細長い吹き払いの楼と、内御霊殿という神殿が並存している。楼は祭りごとの執り行われる場であり、内御霊殿は、神体を治め、かつ、荒人神大堀が権限する場所である。次の上段には、まず、お室社という、年間の行事万端が真意にかなうかどうかを占う、原始的な縦穴掘ったて柱の斎場があり、少し北に外れて、景観社がある。この小さな祠の前には、大きな盤石があって、大堀は、この大岩の上の足の席の上で、即位、すなわち荒人神になるのである。上段からはるか高い、最上段の位置に前宮本殿があり、これが、大堀荒人神の見合い、すなわち住居であったと思われる。
この柵の向こうが、その竹見方の墓だとされる場所です。墓碑などは判別できませんが、どれだけの古木なのかわからないような藤の木が生えているそうです。藤の木は、後で出てきますが、竹見方らの象徴です。これが例の御柱だよな。はい。7年に一度の御柱祭りで切り出され、栄光されてここに建てられるものです。諏訪に存在する神社では、四方に、それぞれ柱を立てる様式が普遍的に見られます。ここ、前宮でも、やはり、4カ所に柱が立てられています。結局、この御柱と、御社口の関係というのはよくわからないのですが、ただ、合計16本の御柱を、ご無尊の責任で切り出し、運搬して諏訪大社に奉納するこの祭事は、歴史書に見られる諏訪祭生態のあり方、大法理と珍重感によってまとめられた、部族連合体の姿を反映しているように感じられます。この、四隅に柱を立てるというのは、周囲を柱で囲って、結界にしているのかな？それに加えて、柳田国男が述べた、天から精霊が降りてくる、はしごとしての木や、各地の御社口の祠に、ご神体として収められている、石棒との関係も気になるところです。空気は冷たいんですけど、日差しがだいぶ出てきて、結構日向は暖かいですね。今、諏訪大社の上社の前宮というところを見学してきました。この辺りは、その例の守谷氏が、なんていうの、支配をしていた地域ということになるんですかね。陣長官守谷氏という縄文時代から続いているということになるんでしょう。そういう家系ですね。諏訪大社の上社がありまして、そしてこの辺に守谷氏の資料館などもあるそうですね。忙しくなってきたぜ。こっちは行っていいということだよね。北斗神社。何これすごいな。すごい石段だ。北斗神社というところですね、今の。すごいですね。鳥居をバイクでくぐっちゃいました。ですね。到着してしまいました。
いやー、紅葉時期の諏訪はすごいですね。本当に美しいですね。驚きました。なんでしょうね、古い信仰から新しい信仰に地層が積み重なるみたいに、何か重層的に見える、なんかそんな不思議な体験ができますね。さて、諏訪湖の方に向かいたいと思います。まあ、空も綺麗だこと、メガネをかければ 4K で見える。ああ、4K 画質だ。上社のある地域は、諏訪信仰の最も古い層、狩猟採集時代の信仰の中心地なので、その考えも最もですね。ところで、先ほど、日本神話の国譲りの話が出ました。竹南方という神様が高間の原の神々に反落し、諏訪に逃げてきて祭神になったという話だったな。そうです。諏訪大社のオフィシャルな伝説ですね。しかし、この諏訪には、もう一つの国譲りとでも言うべき、隠された伝説が存在するのです。世界の車道から、次回は、諏訪湖に向かいます。